はい、皆さんこんにちは。今回はプリスト4の対策動画となっています。プリストがわからない方やプリスト4の対策がわからない方向けの動画となっています。まずはプリストの復習ですが、プリスト2は自分のレベルに対して盤面の数が少ない場合、戦闘に負けると緑のエッセンスをもらえます。緑のエッセンスは自分の騎士プレイヤーに使えるアイテムで、使うと HP を1から7回復してくれます。プリスト4は同じ効果とさらに不足分の駒の数だけ相手の駒をコントロールすることができます。コントロールというのは支配するようなイメージです。コントロール対象はプリスト駒の売却価値を参照して同価格以下が対象になります。例えば5レベルなのにプリスト4コマのみを出している場合はレベルに対して1コマ不足しているということになるので1コマ分相手をコントロールできます。6レベルなのにプリスト4のコマのみを出している場合は1コマ分不足しているということになるので2コマ分相手をコントロールすることができます。このよくある質問でプリストのコントロール対象の自身の値より高くないって図鑑に書いてありますけど、これは何ですかという質問が多いです。これは駒の売却価格を参照してプリストのコントロール対象が決まっているので、この自身の値っていうのは売却価格のことを指しています。駒の売却価格については以前このサムネの動画で解説しているので、よければこちらも見てみてください。プリスト4のコントロール数というのはレベルに対して盤面の駒数が不足している数分コントロールすることができます。1コマ分不足している場合はプリスト4で使っているコマの中で一番売却価格が高いコマがコントロールを始めます。このコマの売却価格の早見表というのがあるんですけど、ゴトチス日本コミュニティでダウンロードすることができます。でこちらが具体例になるんですけど、この盤面の場合はそれぞれコマの売却価格がコマの上に表示されてるんですが、自陣側は一番プロダティが高くなるので 6G の売却価格に反応してコントロールが始まります。盤面のレベルはレベル5になってるので1コマ分不足しているので1コマだけこのプロダティがコントロールすることができます。相手の売却価格を見てみると、このプロダティの 6G の価格よりも低いこのプロダティの6ゴールド以下の価格になるのがライトドラゴンが一番高い数値になるので、今回はプロダティがライトドラゴンを最初にコントロールするようになります。コントロールはこのライトドラゴンが自陣のコマのようになって10秒間ライトドラゴンが味方してくれるような効果です。この売却価格のコマの早見表とかもあるんですが、これを全て覚えていなくても盤面でコマをクリックすれば売却価格がここに表示されるので、ここで確認することもできます。またコントロールが解除される条件やコントロールできない条件って何ですかという質問もかなり多いです。途中で変身するスキルを持つ駒、竜の騎士、人狼、裏切りのデーモンハンターなどが挙げられます。また変身するシナジー、シャーマン4やシャーマン6はスキルや効果が発動するとコントロールを解除することができます。また制御効果免疫という効果を持つ太鼓属構成にはコントロールができません。次にプリスト4構成について少し触れていきます。今回は対策中心の話をしたいので立ち回りについては深く触れていないです。プリスト4ディバインが今の環境かなり増えていると思います。越節による体力保持がしやすくて相手のキャリをコントロールできる構成というのがこの構成の特徴です。またディバインがついていることで闇の侵食やプロダジーにもディバインが乗るのが強いです。最終的にはプリストにこだわった6から7枠で終わるのではなくて10枠埋めてディバイン闇の侵食や闇の侵食をサポートするシナジーを追加するのが勝ち切る基本の考え方になります。追加シナジーの候補は増える構成や高い HP タイムになってしまった場合はオーロック6、闇の侵食星3作れている場合や自分の体力が少ない時はケーブ6ディバイン、キャリーは闇の侵食です。で、相手が明治ならマリンディバとかでも大丈夫です。で、ミラー対決になったらもう闇の侵食太鼓とかにしていくといいと思います。あとは稀にいるのがプリスト4裏切りというものです。これはもうプロダチが入っているパターンですが、基本的にはこのプリスト4コマと裏切りで作る構成です。コントロールした相手の駒を裏切りの腐敗先にすることができればかなり強い構成です。なので配置とかアイテムとかが結構重要な構成ですね。
そして、プリスト4の対策について説明していきます。プリスト4の仕様を今まで説明してきたので、対策がもう見えてきた方とかも多いんじゃないかなと思います。プリストの対策のポイントというのは、コントロールが効かない構成に移行してしまう。プリスト4のコントロール時間が10秒なので、高耐久の構成に行って10秒間耐え切る。高火力の構成に行ってプリストを撃破してしまう。キャリーと同コストの星2がたくさん入る構成に行く。変身する駒をキャリーするというのが対策のポイントになります。プリスト4に有効なシナジーを少し盤面の例も載せていきます。まずは太鼓族です。太鼓族は太鼓族の免疫でコントロールができないのが強いです。ただ相手の闇の侵食を落としきれなければ負けてしまうので、回復阻害は作っておいた方がいいかなと思います。回復阻害はアイテムのメイスや入院棒、あとはコマはカワースハンターなどが挙げられます。次にシャーマン4、6です。シャーマン4と6は耐久が良かったりとか、自陣のエースのデコイを作成しやすい構成なので強いです。次にビーストですが、ビーストは攻撃力アップをして相手にスタックを貯めれることができるのが強いのでおすすめです。またビーストは他の構成が残った場合でも移行しやすいのも特徴なので、ビーストはやりやすいかなと思います。次がキラー構成です。今回盤面に載っているのは警部キラーの構成になっています。キラシナジーが乗ることで高火力だったりとか高耐久のエースが作れるのが強いところになります。次がインセクトです。インセクトも同じようにスタッツが高いコマが出てくるので、高耐久だったりとかキツネキャリー、終焉キャリー、裏切りキャリーができると結構強いエースが作れるのでおすすめです。次がウォーロック6です。ウォーロック6は高耐久っていうのもありますし、最大 HP をカットできるのも特徴なので、こちらの構成もプリスト4に対して強い構成と言えます。プリスト4に単体で有効なコマはこちらの4つを今は挙げていきたいと思います。他にも変身するコマっていうのはあるんですが、キャリーしやすいのはこの4種類かなと思います。この竜の騎士や裏切りのデーモンハンターは変身しますし、終焉は相手のプロダジーや闇の侵食を止めてくれるのが強いです。またこのシペットの仮の女帝は戦闘開始時に化身とゴレムコピーが出てきて自分が3体に増えるコマなので、アイテム持ちの本物が相手にコントロールされない可能性とかも出てくるので強いです。その他の考え方としては、移行とかコマとか以外の対策の考え方としては、相手の使っているプリーストコマを確認してキャリーを変えてしまうということです。相手のプリーストのコストが関係してコントロール対象になるということがわかるので、コントロールされないキャリーを自分で選択できるという余地が残っています。例えばこの例だと、自分はシャーマンメイジをやっているんですが、相手がディバインプリーストをやっている場合、プリーストのコントロール先は 5G 以下、4G 以下、4G 以下、5G 以下のコマになります。つまり、よくキャリーしている雷スピリットではなくて、雷の長老をキャリーしておけば、所定コントロールされないということがわかります。このように、相手のプリーストが重なっているコマを確認して、キャリーを変えていくと良いと思います。またこのディバインプリストの対面とかですと、ほとんどの方が闇の侵食星3とか作ってくるので、そうすると亀乗りの長老とかもコントロールされやすくなっているので、自分がシャーマンメイジやってる場合は他の 4G などもどんどん重ねて、最終的に雷星にキャリーとかをするとコントロールされない雷がスキルを初手で打ってくれたりとかするので、こんな感じで最後の方までコストを確認してキャリー移動できるといいと思います。またあとこの話と関係していきますが、キャリーと同コストの星2がたくさん作れる構成に行くというのも一つの手です。シャーマンメイジやケーブロクインセクトはキャリーと同コストの星2をよく入れている構成なので、相手のコントロールを回避できる確率が上がるという点で、それらの構成を選択するというのもおすすめです。これまであった質問などをちょっと覚えてる限りまとめてみました。光の女帝の化身とプリスト4はどっちが出てくるのが先かっていうもので、まずは光の女帝がゴレムコピーと化身を出して3体になります。その後プリスト4のコントロールが開始されます。
で、このコントロール先は女帝も女帝の化身もゴレムコピーも同じコストになるので、これらのどれかがコントロールされることになります。次が裏切りをコントロールされた場合は、腐敗裏切りはどちらのものになるのかっていうもので、腐敗裏切りは裏切りが変身させた駒のことを指します。腐敗裏切りは裏切りのアイテムを持ったまま相手のプリースト4側に残ります。裏切りをもともと持っていた方に本体の裏切りだけ返されます。プリスト4の対象に裏切りが選択されていた場合は、コントロールされた裏切りのスキル対象はプリスト4側のコマになります。裏切りはコントロールされていただけなので、コントロール時間の10秒が終わると本体だけ戻せます。裏切りのスキルは相手に渡っている状態なので、裏切りをもともと持っていた相手側には裏切りが増えていない状態になります。アイテム持ちの裏切りがプリスト4側に作られますが、裏切り1体でも撃破できる状態であれば、相手の闇の侵食やプロダチーを変身先に変えてしまえば勝つことができると思います。シャーマン4、6に対してシャーマンコマもコントロール対象かというもので、これは対象になります。シャーマン4やシャーマン6でシャーマンコマがスタンしている時にコントロールをそのコマに対してしています。シャーマン4、6のスタン後に変化した瞬間、そのコントロールは切れます。つまり、シャーマン側はコントロール切れを待たずに変換。自分のコマが変換されて、プリスト4側はシャーマンの効果でスタンコマをコントロールしてしまうということになります。プリストミラーに当たった場合はどうなるのかっていうもので、これは先行後攻でコントロールの順番が決まって、先行の10秒間のコントロールが終わったら後攻のコントロールが開始されます。先行後攻については少し前に動画を出しているので、もしこちらについてよく知りたい方がいればその動画を見てみてください。今回は最近質問が多かったプリスト関係の動画を出してみました。何か他にも質問があれば教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。